Welcome to Planet of Food! MC の豆助です。よろしくお願いします。さあ、今回はですね、こちらの3人に来てもらっております。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ですね、タイのバンコクから初参戦の方がいらっしゃいます。田原かな子さんです。よろしくお願いします。お願いします。タイはもう住んでどれくらいなんですか？もうすぐ2年半になります。あ、2年半。じゃあもうだいぶ慣れてという感じですかね。はい、慣れました。聞いたところによるとお手伝いさんがいらっしゃる。はい、もう一生ないですけれどもこの期間だけお手伝いさんがいます。すごい。ね、普段料理とかするんですか？じゃあ。します。はい。でもお手伝いさんも週3回作ってくれます。夕飯。よかった。ちょっとまどかさんあまりしないタイプの方なんで、しないタイプが大丈夫かなとか、大丈夫しっかりされるということで。はい。ちなみにね、これ毎回もうお約束になってるんですけど、本当にそこはタイなのかっていうところで、実際のね、ちょっと近所のお住まいの映像を見せていただきたいんですけども。こちらが私が住んでいるところです。これはベランダからの景色。綺麗。なんか俺がイメージしてたタイと全然違うな。これがマンションです。わ、大きい。うわー、また天気がいいな。そうですね。天気はもう毎日こんな感じですね。すごい。警備員さんが敬礼するぐらいな感じなんですね。すごいいい人たちなんですよ。本当に警備員さんたちが。いやー、すごい。でもちょっとね、一歩出るとあれですけど、本当になんか高級住宅街みたいな感じですか？そうですね。結構高層マンションが多い地域だと思います。快適です。はい。はい。そしてですね、今回ですね、なんとシリーズ企画第3弾として地元飯を紹介してもらいたいんですが、今日はスペシャルゲストをお呼びしております。岡崎大吾さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。ちょっとね、皆さんにも見ていただきたいんですけど、こちらですよ。じゃじゃーん。食べると世界の地元飯ということでね、もう地元飯、もう多分日本一詳しいと思うんですよ、岡崎さんは。そんな今日は皆さんの情報をね、いろいろ間違ってるとこあったらすかさず訂正し、浅い情報を深く掘ってくれるんで心強いですよ。はい。でも逆に怖いです。怖いです。岡崎さん、ちなみにもう国はこれまで何カ国ぐらい巡られたんですか85カ国。おお。すごいですね。すごい。もう語りたいこと山ほどあると思うんですけど、そのちょっとずつ小出しでお願いいたします。なんでも Facebook の現在グループもやられているそうなんですが、はい、今年の1月の中旬ぐらいから始めまして、でこの6月ぐらいになってから、まあ、いわゆるバズった感じで、今今日の段階1万6000人ぐらいメンバーがいて、すごい。で 1日の、閲覧者数が、まあ、大体6万ぐらいで、月間150万ぐらい。今92カ国の人がアクセスしてますので、そこから投稿が集まってる。我々もね、もう人気にあやかりますよ。もう便乗しますよ。はい、みんな投稿するぞ。皆さんもうね、もうバンバン岡崎さんのとこで投稿しよう。では今日はこの4人と一緒におしゃべりするだわー。今回のテーマはこちらです。私の地元飯。地元に愛される地元飯をご紹介いただきたいと思います。ではまずはまどかさん、あなたの地元飯を教えてください。朝食になるんですけど、カヤトーストとコーヒーを朝食の定番によく食べます。カヤトーストっていうのはトーストしたパンの上にね、カヤっていうペースト状のジャムを塗るんだけど、それとあとバターのスライスを乗せて食べるやつ。カヤジャムってなんだろうって思うかもしれないんだけど、ココナッツミルクに卵とお砂糖と、あとパンダンリーフっていうちょっと香りのついてるね、ハーブ系のものがあるんだけど、それを炊いてあるジャムなのね。
だからなんか風味があってなんかね、甘い感じのねものになります。なんかね実際動画があるということらしいんでちょっと見てみましょうか。これねよく行くお店なんだけどこんな感じでね、後ろの方に実はおばさんがトーストで焼いていて、これがパン。この中にバターと、そうちょっと垂れてるでしょ、ジャムが塗ってあって、卵と一緒に食べる。ココナッツジュースはもう定番なんですか？このままこうやって飲むみたいな。そう定番になってる。娘とかコーヒー飲まないからさ、その時に娘はココナッツウォーター注文して中もくり抜いて食べれるんだよね。なんか半熟卵とかがついてる感じなんですか？追加でオーダーできるんだけど、卵いらなければ全然トーストだけでもオーダーできるし、半熟卵もね一緒にオーダーするとねまたなおさら美味しい。お醤油ちょっとかけて。パンの種類いろいろ食べ方がなんかあるっていう感じ？そうパンの種類もそういろんな種類があって、食パンのようなものだったりとか、こういうなんだろうな、いろんな種類があるねお店で。びっくりしちゃったね。さんの出番じゃないですか。どうですか。ざっくりしすぎ。長田さんが言ってるのは今のカヤトーストね。だからカヤトーストっていうのはもう結構古い食べ物で、100年ぐらい多分経ってると思うんですけど、植民地時代に働きに来ていた中国人がマレー人と結婚をして、それで生まれた料理の一つって言われてて、でそこにイギリス文化であるトーストが入ってるわけですよ。でコピティアムっていうコーヒー屋さんがね、昔からのコーヒー屋さんがあって、そこには必ず炭があって、で炭でコーヒーをいつでもこうお湯を沸かせるようにしてるので、炭があるので、その炭でトーストを焼くんですね。でカヤジャムっていうのは日本語なんで、これあんまり世界では言わない方がいいと。スプレッドなんですよね、英語で正しい言い方をすると。広げるって言って、バターもジャムもテも、それからいろんなもの、パンとかいわゆるクラッカーに塗るようなものはみんなスプレッドっていうふうに総称するんですね。カヤジャムっていうとなんか甘いのかなみたいになるんだけど、カヤっていうのは、さっきまどかさんが説明したようにココナッツとそのパンダリーフっていうのはパイナップルに似たような木というか草があってね、結構大きな草で、その葉っぱをこれを乾燥させたりするとほのかないい香りがして、これは東洋のバニラって言われてるんですよ。だからバニラっぽい香りなのね。だからバニラとココナッツが混ざったような香りがするのがカヤなのね。なるほど。でタイあたりまでこれ使われていて、タイではバイトゥーイっていう名前になるんだけど、ガイオバイトゥーイっていうそのカヤをそのバニラの香りのする草で、チキンをこうくるんで焼くっていう料理があって、これお手伝いさんに作ってもらったらいいと思いますけど、カナさんすごい材料とかあるでしょうからね。なるほど。今水の中にその葉っぱをそのまま入れて香り付けをしてお水を出してくれるレストランなんかもあります。アジア全体で大体使われてるハーブですね。これカヤトーストとシンガポールで有名になったけど、これはチェーン店があるんで有名になったってことで、マレーシアに行くとやっぱり同じようにあってね、半熟ゆで卵なんであるかっていうと、さっき言ったように炭があるんで一緒にそこでお湯を沸かしてるので、そこに入れて温泉卵をすぐ作れるんで、それで半熟卵が出てくるわけ。パンが焼く時間とその卵を茹でる時間の兼ね合いでちょうど良さげなのが温泉卵状態のやつが良さげ。そういうことなんだ。そういうイメージなんですね。今はもうね、さっきのまどかさんのお店みたいにああいうなんか小綺麗な今風のあれですけど、僕が初めてシンガポールでコピティアムに行ったのはもう35、6年前なんで、その頃にはまだ昔ながらのそういう炭でやってるところがあって、ね、今は多分もうないと思うんですね。でマレーシアとかタイではまだ若干ある。なるほど。そういう店がいろいろね、理由やっぱありますね。はい、わかりました。ありがとうございます。では続いてまどかさん、他にあなたの地元飯ありますか？はい、お昼ご飯にねよく食べるんだけど、ビーフルンダンっていう食べ物があります。これねいろんなマレー系だったりとか、インドネシア料理屋さんとかによくあるんだけど、
下の方にこのカレーの汁が売っていて、で真ん中の段にこのお肉だったりとか売ってるんだけど、このね、私たちがよくオーダーするのはビーフルンダンっていうもので、そうシチューみたいなものなんだけど、牛肉とね、ココナッツミルクとあと香辛料で長時間煮込んだ料理なんですね。でご飯がね面白くて、このご飯にもねちゃんと風味があるの。ココナッツでなんか炊いてるんだろうね。ですごくね美味しくて、最終的にこのバナナのね皮でくるんでね食べるんだけどねこれ美味しそう。もうなんかもともとはなんかインドネシアのお料理だったんですよ。すごく美味しくて、これお昼よく食べてる。マサオさんいかがですかこれ。お腹減りますね。美味しそう。食べたい。すっごい美味しそう。ね、美味しそうですね。さあ、ここから岡崎タイムやってまいりましたというトークはこれにしましょうか、もうね。岡崎さん、どうですか、このルンダン。実はね、このマレー語で言うと、そのココナッツご飯のことをナシルマって言うんですけど、油ご飯っていう意味で、油っていうのはココナッツの油っていう意味の油で、それでマレー系のこれは料理で、そこにまたさっき言ったパンダリーフがやっぱり入ってるわけですよ。カヤトーストとね同じなんですよ、雰囲気が、そのベースの雰囲気ね、味の雰囲気が。でそれでご飯炊くので、もっと簡単なナシレマっていうことになると、目玉焼きとちりめんじゃこと青菜と、それとサンバルっていう辛いやつね、まどかさんご存知だと思いますけど、インドネシアのサンバルっていうのをつけてこう混ぜて食べるっていう朝食が割と一般的。この料理は多分ですけど、さっきの映像にも出てましたけど、モスクの近くでしょ。モスクの映像見えてましたね。多分ね、ミナンカバウ族っていう人が西スマトラの出身の、そこら辺に中心に700万人ぐらいいるって言われる民族の人がいまして、その人たちがこのルンダンっていうのを作るんですよ。これはパダン料理って言って、ミナンカバウ族の有名ないわゆるいろんな料理があって、パダン料理って普通頼むと10種類ぐらいこうダーッと出てきて、その中から一個一個自分で選んで食べるっていう、そういう作法っていうかのお店で、ルンダンとかカレーとかなんかいろんなものがたくさん出てきたから、全部食べていいのかなと思って、全部手をつけると全部払うことになるっていうね、もうほとんど詐欺みたいな話だ最初は思ったんですけど、地元の人見てると食べたいものしか食べないっていうね。せいぜい1人だったら2種類ぐらいにしといた方がいいのにね、10種類全部つけちゃうとやけに高くなるというね。いっぱい出してくんなと思って取っちゃうと大変だぞ。食べないから、みんなで食べる料理なんで、だから10人とか10人ぐらいで来ると、10種類出てても1人1種類になるので、なるほどね。お金的にはそんな大したことないわけですよね。まどこさん、あれっていくらぐらいするもんなんですか？基本的にビーフランダンはちょっと高いイメージがある。あれでも8ドルとか9ドルとか。結構するんですね。シンガポールのランチではちょっと高い方かなっていうのは感じてるけど、でもすごく美味しい。パダン料理がこう屋台風になっていて、自分で選んでバナナの葉っぱに包んでくれるんですけど、バナナの葉っぱって防腐作用があるので、あれでお弁当を作るんですよ。タイなんかでもあれでお弁当とか、あとチキンがあったりとか、市場に行くとありますけどね、チキンを焼いたのがあったりとか、いろんなものをバナナの葉っぱでくるむと。インドネシアでナシブングスっていうふうに言います。バナナの葉っぱでくるむお弁当のことをナシブングスって言います。ご飯はね、必ずしもそのナシレマってさっきのココナッツじゃなかったりするんですけど、普通のナシプティっていう普通の白いご飯だったりもするんですけど、ココナッツで必ずしもっていうわけではなくて、アジアに広く。タイはどうですか？なんか白米、潮流米のね、なんかイメージありますけど。タイはジャスミンライスが有名ですよね。ジャスミンライス。香り米ですよね。だからみんな香りがするわけですよ。バスマティライスっていうのがインドのライスですけど、これも香りの強いライスで、世界では割と香りのするご飯が好まれたりする傾向が強いんですよね、東アジア以外は。だから中国人と韓国人と日本人だけが香りのないご飯が好きなんですよ。割とね、傾向として。で、それ以外の国の人っていうのは香りのあるご飯が好きで、だから白人なんかとよくね、ご飯食べ一緒に行くと、最初に匂い嗅いだりしてるじゃないですか、あの人たちね。だからそういうね、オーストラリア人もそうですよ。最初に匂い嗅いで、みんな、ね、匂い嗅いでる。だから香りに対しては日本よりも敏感だって言われてます。で日本人は味に対して敏感だっていうね。
いうふうに料理人の先生なんかは評価してますよね。なるほど。だからお米なんかもちょっとその違うというのは、そこら辺の思考の違いが多少あるんだと思いますね。かなこさんはどうですか？ご自身は普段どちらが多いんですか？家で食べるのはやっぱ玄米が多いですね。千米さんの玄米が美味しかったりして、すごいはい、よく食べます、我が家では。チェンマイが今ピンときてないんです。チェンマイってどの辺ですか？チェンマイはタイの北部の方です。北部の方の。はい。テレサテンが死んだところですよ。そうなんですね。変わった雑学が。そうですか。知らなかったです。そうなんですか。はい、わかりました。ありがとうございます。では続いてまさよさん、あなたの地元飯教えてください。こちらオーストラリアではちょっと B 級グルメ的に有名なものがありまして、それがこちらのミートパイです。中がグレービーソースになってて、大きいお肉がゴロゴロ入ってる、ちょっと食べ応えがあるミートパイなんですけど、基本的にケチャップをミートパイの上にかけて、そのままがっつり食べる。で、オーストラリアは1月26日がオーストラリアデーっていう祝日なんですね。で、もともとはイギリスの軍隊さんがその日にオーストラリアのシドニーにやってきて、で、そのオーストラリアデーっていう日にちが定められたんですけど、その日をそのオーストラリアのパイの協会、全国パイ協会みたいなところがナンバーワンのパイを決める日にちに設定して、すごいね。オーストラリア全国からパイを集めるんですよ。煮込み系のものだったり、グレービーソースを使った大きいお肉だったり、ベジタリアンの人が食べれるお野菜だけを使ったり、あと個人の方も応募できるので、ちょっとオリジナリティがあふれるものがたくさんあって、こういうふうに審査をされるんですね。これなんかこの大会で優勝すると何かあるんですか？優勝すると3万円の賞金と、あとパイを作る家庭用のキットみたいなのがもらえてなんか中が小豆みたいに見えるんですけど、これは甘かったりするものもあるんですか？お菓子系もあります。甘い系のパイとかも、なんかチョコレートだったり、中にラミントンっていうオーストラリアのケーキを入れて、それをパイ生地で焼いてる人もいるみたいです。美味しそう。個人の方が優勝とか賞を取ると、そのお店の方がその個人の方に依頼をして、あなたの商品をうちで売りたいんだけどどうですかみたいな、ちょっと夢と希望がある大会にもなってる一個です。まどかさんいかがですか？私は作れないけど食べに行きたいなと思った。ぜひ食べに来て。私も作れないからもう食べに行ってる。そうだね。うちの一番のお気に入りのパン屋さんがあって、それがパイフェイスっていうお店なんです。チキン&マッシュルームっていうパイが私一番好きで、顔のイラストが描いてあって、で中身もうチキンとマッシュルームがもうゴロゴロ入ってて、クリームソースがちょっと甘めで、もうこれはもう日本人受けする絶対美味しい、外さない美味しいやつ。これ1個でお昼ご飯とかっていうそんな感じですね。でも食べる人は3個4個食べてます。それなんだろう、日本人のおにぎりみたいな感覚でオーストラリアの人は、パイを食べてる。食べてます。コンビニのセブンでもスーパーでもホットセクションっていうのがあって、そこでちゃんと買えるようになってるんですよ。もう手軽にどこでも。なのでみんなそこで結構買って食べてますね。パイはまあイギリスの国民食ですよね。イギリスの、三大名物みたいなことで、ビーフステーキとフィッシュ&チップスと、キッドニーパイっていう。マサヨさん、キッドニーパイはね、聞いたことあると思います。ありますね。これは、いわゆるそっち系の人が子供の頃からもう食べてる。キッドニーっていうのは腎臓っていう意味です。牛の腎臓とステーキみたいなのを細かく切ったようなやつを混ぜて、さっきのグレービーソースで煮込んで、それをパイの中に詰めてっていうのが一番伝統的な。元のルーツとしてはそこなんですね。パイの中でもキッドニーパイっていうのがもうイギリス人のもうソウルフードですね。もう地元ですけどソウルフードですよね、本当に。ソウルフードなんですね。
いわゆる建国みたいなところでイギリスのところのパイっていうのは、やっぱりその象徴であると。まあ、フィッシュチップスでもよかったんじゃないかなとは思うけど、すごく深い意味合いがあるんですよね、ある意味。そっかそっか。そこに1月26日を持ってくる、もうそれだけ価値のある食べ物であり、自分たちのソウルフードだっていうことなんですね。日本でもあんまりパイってね、あんまりこう流通してないじゃないですか。はいはいはい。残念ながらね。だから、ヨーロッパとかね、みたいにあれば買いに行くのになるとか思うんだけど、売ってないわけですよ、日本には。売ってないですよ。というのは、そもそものやっぱり調理法がオーブン料理なんですよね。フライパンを使ってこう火を使う中華料理じゃなくて、オーブンの中でなんかシチューを作ったりとか、パイを焼いたり、まあ、欧米の料理の基礎っていうかね、基本的な部分なんですね。焚き火の中の燃えかすの木で何か燃えかすのやるみたいな、そういうものなんで、どうしてもアジアにはいまいちこう馴染みがないんだけど、パイに関して言うと、小さいパフというかペーストリーっていうか、ちょうど餃子をもうちょっと大きくしたような半円形のやつはたまにシンガポールとかで売ってると思うんですよ。それに中華風にしちゃって食べるとカレーが出てきたりするようなのがシンガポールとかだからそういうふうに変化してる。で、半円形のものはね、中米が一番有名でエンパナーダっていうパイがあって、それはもう本当にスナックで食べれる。で、そのスナックで食べれるっていうのはパイとまたちょっと違って、イギリスの鉱山労働者の昼飯用に開発されたんですよ。要は、立って食べれるようにっていうことで。だから、おにぎりみたいな感覚でパイが食べれる。みたいな感じなんですね。だから、正代さんが通ってるところは、どっちかっていうと、そっち系の、軽くこう片手で食べられる系のね、その流れの中でこう来てるっていう。いや、深いなぁ。いつになく深いなぁ。っていうか、今までどれだけ浅かったんだっていう話がある。深いなぁ。勉強します。勉強になりますね。例えのいいかどうか悪いけどね、天皇誕生日になんか日本人がおにぎり食べてるみたいなね、おにぎりコンテストやってるぐらいのそれぐらい大事な食べ物で。やっぱり魂の食べ物なんで。魂の食べ物なんですね。だから1月26日、とても大事な日にパイ食べてるが結びつかなかったんですよ、僕の中で。今の解説聞いてなんかすごい腑に落ちましたね。そういうことなんですね。はい、わかりました。ありがとうございます。